モデロチャンネルにようこそ。私モデロと申します。よろしくお願いします。今回はリアルグレードハイニューガンダムを制作してみました。このハイニューガンダムを青空迷彩カラーに仕上げてみたいと思います。ハイニューガンダムの箱ですが、モビルスーツサイズの関係もあって一般のリアルグレードよりも大きいです。それでは箱を開けていきます。ランナー数は多いですね。そして細かく色分けされています。ウィングパネルにアドバンスト MS ジョイントが使用されています。リアリスティックデカールが付属しています。まずはニッパーでパーツをカットしていきます。ランナーから少し残しながらカットします。続いてアルティメットニッパー 5.0 で2度切りしていきます。丁寧に切っていきます。このキットはアンダーゲートが多いです。アンダーゲートは側面をカットして平面をカットします。安全な角度でカットしていきます。多少切り残しがありますが、えぐれるよりは全然 OK です。すべてのパーツをカットしました。次に、いつもは仮組みするのですが、今回はスキップします。理由はこの2つ。時間短縮、パーツへのストレス回避。以前制作したリアルグレードニューガンダムで大体構造は理解できていることと、このエナメル溶剤がリアルグレードの細かいパーツにダメージを与えやすいです。なるべくストレスを与えないためにもスキップします。では加工処理を行います。まずはヤスリ掛けです。320番の板付きヤスリで平らな部分を削ります。アルティメットニッパー 5.0 の切り残しはありますが、何度か削れば簡単に綺麗になります。続いて600番のスティックヤスリを使用します。アンダーゲートの狭い部分もこの道具なら楽に作業できます。続いて800番のスポンジヤスリで整えます。スポンジヤスリは曲面パーツにとても重宝します。ハンドパーツには三角棒ヤスリを使用します。次に筋彫りです。もともとディティールが細かいキットなので追加はしませんが、段差や角に手書き針で彫っていきます。しかし本当にディティールが細かいですね。彫れそうな部分はどんどん彫っていきます。次に洗浄したパーツを色分けしていきます。デジタルペイントでカラーをシミュレーションして説明書も見ながら分けていきます。次に塗装です。充電式アブラシを使用して水性ホビーカラーエクイアスで塗装します。まずはサーフェーサーを塗装します。大量に使用するので希釈したものをカラビンに入れます。希釈率は塗料溶剤1対 0.6 ぐらいです。濃いめですが液たりの心配がないのでこのくらいの比率でよく塗装します。では塗装します。水性塗料はプラスチックに弾かれやすいので1回目は軽くのせる感じで塗装すると良いです。これくらいですかね。塗りすぎは液だりのリスクがあり、綺麗に塗れたと思っても乾くとムラができることもあるので2回に分けて塗装した方が安全です。メタルパーツの下地にサーフェーサーブラックを塗装します。ブラックは下地にもよりますが、だいたい1回で塗装できますね。次にカラーの塗装です。まずはガルグレーを塗装します。ガルグレーは原用米海軍機のカラーです。続いてライトブルーを塗装します。これはドイツ空軍機のカラーです。プロペラ機の頃ですかね。淡くていい感じです。続いてミディアムブルーを塗装します。こちらも米海軍機のカラーですが、プロペラ機の頃のカラーみたいですね。サイトが抑えられていい感じです。続いて赤鉄色を塗装します。赤と書いてありますが、ほぼグレーです。このカラーは塗装しやすいので、一部は下地なしで塗装しました。今回は3種類の下地にこの赤鉄色を塗装しました。下地でこれだけ差が出るのでお得感がありますね。続いて黒鉄色を塗装します。こちらはかなり暗めのメタリックカラーです。主にジョイント部分に使用しました。アドバンスト MS ジョイントにも塗装しました。続いてシルバーを塗装します。モデルがとても好きなカラーです。塗料付着具合で雰囲気が変わるのが素敵です。ゴールドも塗装しました。アクセントとして一部のパーツに使用しています。ヘアブラシ塗装が終わりました。しかしすごいパーツ量ですね。次に筆塗りです。今回は目のクリアパーツのみの塗装です。艶消しブラックを塗装します。だいたいこんな感じですかね。次に墨入れです。墨入れブラックを使用します。今回毛書き針で軽く彫ったので角や段差も墨入れしやすかったです。メタリックカラーにも墨入れしていきます。フィンパネルにも墨入れしていきます。12回も同じ作業なので精神的になかなか大変でした。なので並べると妙な感動が生まれますね。次にデカール針です。
特のリアリスティックデカールは一部使用して、メインは別売りの水電車デカールを使用します。カッターで丁寧にカットします。水につけてしばらく放置します。その間、デカールのりを貼る部分に少量つけます。デカールが台紙から離れる前にすくい上げて、綿棒でスライドしながら貼り付けます。位置調整したら、綿棒で軽く押して水分を抜いて固定します。綺麗にできました。小さいデカールはピンセットでつまんで直接貼ります。小さいデカールを綿棒で押して水分を抜こうとすると綿棒に貼り付く場合もあります。このように綿棒でトントンと押さえて水分を抜くと安心です。たまにデカールがパーツの溝を埋めてしまう場合があります。その場合はデカールをカッターで切って調整します。カッターの切れ味がある状態をキープした方が作業が安定します。切ったデカールを丁寧に貼ります。細かい作業で大変ですが、ディティールは確実に増します。目のパーツはリアリスティックデカールを貼ります。細かい作業なので撮影しながらはちょっと難易度が高いですね。いいですね。次にトップコートです。艶消しを塗装します。こちらも塗料溶剤1対 0.6 です。かなり組み立てて塗装する場合もあるので、落とさないように注意しながら塗装します。ヘッドパーツは目のパーツがあるので1パーツごとに塗装します。最後に一部リアリスティックデカールを貼ってヘッドを組み立てて完成です。それではこちらが完成したリアルグレードハイニューガンダムになります。では完成レビューです。まずカラーのレビューです。今回は青空迷彩を意識したカラーリングにしましたが、かなり戦闘機っぽさが出たと思います。この機体が空に現れたら威圧感はすごそうですね。ベースをガルグレーにしたことで機体としての渋さが出ました。青系のライトブルーとミディアムブルーも落ち着いた色合いでいい感じでミックスができたと思います。デカールの赤は青空迷彩としてはどうなのだろうとは思いましたが、カラーのアクセントとして良い働きをしてくれたと思います。あと、ゴールドも地味ですが、良いアクセントになりました。墨入れはもともとディティールが細かいキットなので、しっかり入れるとかなり密度が増しました。今回恐れていたパーツの損傷ですが、仮組みしなかったこともあってか、1箇所割れましたが、他は安定していました。こちらが今回使用した塗料になります。詳細は動画説明欄をご覧ください。フィンファンネルが装着されたバックパックは圧巻ですね。ものすごい重いんですが、プロペラントタンクのおかげで結構楽に自立できます。以前制作したリアルグレードニューガンダムを並べてみます。ハイニューの方が若干背が小さいんですね。またハイニューの方がフォルムにボリュームがありますね。次に武器の確認です。こちらはビームライフル。リアルグレードでデザインが変更されています。シャープでスタイリッシュなデザインがとても素敵です。ニューハイパーバズーカ。基本的なデザインはニューガンダムとよく似ています。ビームサーベル。青いビームサーベルはなかなかかっこいいですね。ただ、ニューガンダムのような凝ったデザインではなくて一般的なデザインですね。ワンブマシンガン。手を曲げるとマシンガンが出てくる凝ったギミックです。これは地味に強そうですよね。シールドのこの色分けは本当にすごいと思います。そしてフィンファンネル。こちらも色分けが細かくされています。ニューガンダムの時とは違い、使い捨てではなくチャージ可能みたいですね。では最後にポーズをつけてみたので、こちらをご覧ください。いかがだったでしょうか。今回はリアルグレードハイニューガンダムを制作しました。
制作は大変でしたが、それ以上にキットのクオリティの高さには驚きました。プラモデルで可動とディティールをここまで両立できること、しかもこのサイズで再現できる技術に感動すら覚えました。極まったプラモデルの一つを作ったと思っているので、今後はこのイメージを忘れないで他の制作に活かしていけたらと思っています。また何か題材を見つけてアップしたいと思っていますので、またのご視聴よろしくお願いします。それではまた。